真剣な顔で彼女たちが向き合うのは、教室の黒板。目指すのはこんな感じの作品。実はこれ、すべてチョークで書かれているんです。学校の黒板にチョークで描いた作品で日本一を競う年に一度の大会が今年も行われました。その名も黒板アート甲子園。これまで2回日本一に輝いた強豪校の仲良し5人組がテーマに選んだのは、現代と太古の世界が混じり合うパラレルワールド。一方、おっとりマイペース、初挑戦の3人がチームを組んだ女子校は、黒板の苦労を最大限に生かそうと考えたんですが、指紋がなくなりそう。全国71の高校の生徒が様々な制約の中、仲間と共に挑んだひと夏の挑戦。そして迎えた秋の審査発表。果たしてどんな力作が栄冠に輝いたのか。青春ど真ん中、汗と涙と粉まみれの友情物語。黒板アート甲子園の舞台裏。思わず前のめりになる超絶テクニックのオンパレード。高校生の熱い思いがこの後ぶつかる。創立36年、埼玉県立大宮光陵高校。美術科があるため、芸術系の大学へ進む生徒も多いこちらの高校は、過去6回行われた黒板アート甲子園の第1回大会で日本一に輝いた実力校。ぎょろりと睨む恐竜のリアルな目に審査員皆が驚いたという。その2年後にもこの作品で日本一に。総じて生き物をモチーフにしたものが多く、今にも動き出しそうなリアルさが大宮光陵の伝統でもあるんです。しかし、ここ3年は頂点に届かず、今年こそ日本一奪還と鼻息も荒いのかと思いきや、今年のチームはちょっと目標が違うようで、2年生の仲良し5人が組んだチームは、うち4人が去年の大会の経験者。リーダーを任されたデザイン専攻の相川真宏さんもその一人。賞もやっぱりあるけど、いい作品、自分たちが納得できる、そうかっこいい絵を描きたい。そう賞も大事だけど密になっちゃいけないと過ごすコロナ禍の高校生活だからこそ、この5人で濃密な思い出を作りたい。それが彼女たち共通の思いなんです。と、ここで大会のルールを。使う黒板は教室に設置されているもの。描くのはチョークのみ。上下2段の黒板や複数枚を使っても OK です。主催は黒板の製造販売をする企業。今年のエントリーは全国から71校。さて、どんな力作が頂点を極めるのか。7月下旬、大宮光陵、いよいよ制作がスタート。5人がテーマに選んだのは、恐竜が現代に現れ、大暴れするというもの。4時間をかけ、下書きが完成。こんな感じだよね。いいと思う。そうね。作業2日目。色付けに取り掛かる。チームリーダーの真宏さんが担当するのは、恐竜の頭の部分。何色ものチョークを塗り重ね、皮膚のゴツゴツとした質感を描いていく。真宏さんは去年、この応募作で特別賞を受賞。
虎の顔を描き上げたのが彼女でした。ここら辺が一番奥になるってことでしょ。チームの司令塔は今年こんな思いで黒板と向き合っていました。で今年2年生になってもう最後3年生になったらできないし、みんなで作品を作るってことがめったにないですし、一人で絵を描いてる時には味わえない、なんかそれこそちょっと青春っぽい楽しさがあるので。背景を担うのは2人、川田美也さんと竹内由紀さんのコンビ。その横で黙々と作業をする海老沢舞さんは、リーダー真宙さんと去年も同じチームで参加したオールラウンダー。今年がラストチャレンジとなるサウスポーも、ある思いを胸にチョークを走らせていました。それは去年のあの作品が関係していました。虎は相川さんが描いたんで、私は水なんですけど、どこ描いたのって言われて、自分が描いたところがあんまり評価されなかったっていうか、なんていうか、今回自分がここは自分一人で描いたよみたいなところを出したいなって思ってる。この日作業中の彼女たちのもとへ訪問者が。行き詰まっちゃって。実は大宮光陵からは12チームがエントリーしていて、訪ねてきたのは初参加の1年生チーム。色がうまく乗らないんですと先輩に相談に来たというわけ。その悩みに舞さんは、これに関してはもんちゃんが多分強いよ。もんちゃんこと門名桃子さんはチームきっての塗りのスペシャリスト。もんちゃん曰く、チョーク2種類あるから、そう2種類あるの。なんかいつも授業で使ってるやつとそうじゃない。石灰岩。触りたい。ごめんなさい。なんかそう軽いのと重いのあるから、なんかね。スペシャリストは用途により2種類のチョークを使い分けているという。大宮光陵の伝統はこうして引き継がれていくんです。後輩に負けてはいられない。5人の作業はその後も続きました。一方、こちら純徳女子高校は去年初参加にして特別賞を受賞した新栄校。美術コースで学ぶ生徒が今年もエントリーしたと聞き、早速会いに向かうと、あれ？もう完成している。締め切りまでまだ1ヶ月あるのに、ちょっと早すぎやしませんか？実はこれ、去年初参加で審査員特別賞に輝いた作品。壮大な宇宙を表現した大作は、普段使わない教室の黒板だったため、記念に1年間保管されていたんです。描いたのはこちらの2人。今年の作品はこれを消すところから始まります。一番端っこが難しかった。新たな作品が描けるよう黒板を譲ってくれた先輩の思いを胸に、今年挑むのは渡辺さん、古賀さん、倉林さんの2年生3人。果てない宇宙も消すのはわずか数分。この儚さもまた黒板アート。口先に、そうそう、口先にビュンと。本人たち曰く、皆シャイでおっとりした性格。いい感じ。そんな3人がテーマに選んだのは、海の奥底に沈んだ町。真ん中の深海魚にある思いを込めるらしいんですが、それはおいおい聞くとして、おっとり3人組の作業がスタート。制作4日目。日本画専攻の夏美さんが黙々とチョークを走らせていたのは深海魚の部分。
その時、ふと手が止まり、首をかしげる。鱗描いてるんですけど、この鱗をどうやって形取ろうかなと思って今試行錯誤してる感じです。書いては迷い、消してはまた書く。3人の試行錯誤は続きました。一方、大宮光陵では、連日の夏期講習と並行して作業が続いていましたが、みやさんの様子がおかしい。文化祭の準備も担当している彼女、疲れもピークに。学校から許可された作業日は残り4日。果たして間に合うのか。潤徳女子制作8日目。こんにちは。4日前、鱗の表現で悩んでいた深海魚はかなりリアルな姿に。こすってぼやかしたチョークを練り消しゴムで削り、黒板の字を足すことで鱗を表現していました。普段のデッサンと同じような感じで影の部分を描いていく感じです。そして制作スタートから15日目。これで、終了ということで終わりました。終わりました。終わりました。作品が完成しました。タイトル、ホープ。3人が深海魚に込めたのは、手前の深海魚が、今私たちが直面している受験だったりコロナだったりそういった不安で、その奥にある光が不安なこととか怖いこととかを乗り越えた後の、希望を表してます。潤徳女子はこの作品で勝負に挑みます。大宮光陵もラストスパート。おはようございます。そして完成しました。はい、大丈夫です。5人が力を合わせ書き上げたのは、タイトル、ジュラ紀到来。恐竜が現代に突如現れ、夜の街中を闊歩する。恐竜を取り巻く歪んだビル群は、途中、ちょっとバテちゃったけど、ミヤさんが見事巻き返しました。剥き出す骨を濃淡を駆使して緻密に描いたのは、努力家のサウスポー、マイさん。何層も色を重ねた恐竜の口は、ユキさんが。ぎょろりと街を見下ろす迫力ある目。6年前、日本一に輝いた、あの目を彷彿とさせるテクニックで仕上げたのは、塗りのスペシャリストでチームのムードメーカー、もんちゃん。リーダーまひろさん渾身の皮膚の質感が表情をよりリアルにしている。5人が5人持ち味を発揮した納得の力作は、果たしてどんな結果を呼び込むのか。締め切りから1ヶ月。迎えた運命の日。審査結果は午前10時ジャストにネット上で行われる。両校がパソコンの前にスタンバイする。応募総数は124作品。大宮光陵特別賞から確認する。すると、初挑戦の1年生チームの作品が特別賞に選ばれました。そしてもう一つは、潤徳女子のあの作品だ。おめでとう。おっとり3人組はその結果にもマイペースです。無事賞を取れました。ありがとうございました。ありがとうございました。
大宮光陵では、その後、入賞作などを確認。5人の作品はまだ出てきていない。残すは、優秀賞と最優秀賞のみ。優秀賞のページに差し掛かる。あった！全国124作品の中で堂々の2位に輝いた。評価されたのは、恐竜の力強さを表現する書き込み量と、歪ませた背景の技術力の高さ。5人で最高の思い出をと書き上げた作品は、確かな結果も残しました。めちゃくちゃ嬉しいです。本当にすごい楽しんでできたし、もうそれだけでいいかって思ってたんですけど、ここまで結果がついてくるとすごく嬉しいです。本当に純粋にこう書き込む楽しさとかが味わえてすごい楽しかったし、賞もいただいたので本当に嬉しいです。日本一に輝いたのは長野県エクセラン高校の作品。彼らが感じるコロナ禍の息苦しく憂鬱な日々を描いたと言います。全国1400人を超える生徒が挑んだ黒板アート甲子園。仲間と悩み笑ったかけがえのない青春の時間。いつかふと振り返った時、きっと輝いているはず。みんな頑張った。